前のちっちゃなお店の時からですよね。もう移転して9年ですから、で移転してすぐに酒の会やっていただいてご協力いただいて、たくさんお客さんご紹介いただいてって。あれは前の店ですよね。だからね、だから10年以上10年以上ですよね。一瞬ですけどね、いろんなことは。まあその後お互いにパリでお店をやりましたので、まあその苦労はもう大変だよね。この話を語っても語り尽くせない。語り尽くせないですよ。失礼します。はい。ありがとうございます。わあ、これは。今お酒をすぐご用意しますので。これはちなみにだからこのウニの中に。そうなんです。まず、北海道の紫ウニです。下にですね、アスパラ、グリーンアスパラを茹でて刻んで裏ごしで、アスパラのアイスみたいなのを作りました。で上に昆布だしのゼリーです。で柚子の果汁を入れまして、柚子の皮をすりまして、柚子の香りのする昆布だしゼリー。でその先をテイスティングさせていただいて、まあ獺祭さんのお酒はもう全てって言っていいんですけど、清涼感、透明感、ありがとうございます。あとは何ていうんですかね、こう素材感もそうですし、まあ魚介類に合うのはもちろんですけど、青っぽい野菜ですとかね、なんかそういったものにもすごく相性がいいんじゃないかなと。ですのでなんかイメージするものがこういう料理かなと。なるほど。本当に私らも野菜とよく合うなというのは思ってきたんですよ。まあちょっともう目の前にお酒が。私もちょっとついていただきましたので、今日はよろしくお願いします。まあ本当パリ店でも何とか獺祭の会をさせていただいて、もう今でも本当にお世話になっております。とんでもありません。ありがとうございます。もうその説はいろいろ本当に。まあチームジャパンですからね。ありがとうございます。これは海外でやった人にしかわからないことなので。そうかもしれないね。そうなんですよ。昨日まで 100% OK だって言ったことが、次の日の朝になると、あの話は白紙になるってことが普通にありますからね。そうですね。それは私らはよくね、諦めとともに言うんですけど、それはだってフランスはね、フランス人のためにあるんだからしょうがないよな。でもだからといってやっぱりそこはもうちょっといいものがあるんだから、もっとこう美味しいもの、もっと幸せになるものがあるんだから、ちょっともっとこう見てほしいよなというのが感じてほしいよなってありますよね。ありますね。多分櫻井さんと同じ思いなんだと思います。もう日本酒業界ではやっぱり一番最初に何かをするのは、まあ、私からするといつも櫻井会長かなと思っております。おっちょこちょいですか？いやいややってみて途中で修正する方が絶対成功する確率が高い。いやそうですよ。もう誰かが0から1にしなければ、1から10にできる人もいないわけであって、まあ、最近よく言われる0から1のこの大変さ、0から1と1から10どっちが大変ですかって、私はこっちなんだと思ってるんですよ。でもいつもそこを、やられてるのは私は櫻井会長かなと思ってます。いえいえいえ、それはでも僕らはこうなんとなくいつの間にかこうなっちゃったんですが、奥田さんのこうやってった構想力とか実行力って本当にすごいね。でほら例の魚。魚ね、あれなんか目から鱗でしたよ。あ、そうだと思って。活量ね。まあそもそも生きたまま運ぶですとか、もしくは生き締めをして血を抜くとか、でその延長線上に生で魚を食べるという文化はそもそもなかった国ですからね。それはそれで別に各国々の事情があって、各国々のなんか楽しい文化っていうのは自然と成り立つものだと思うんですけど、でも目の前にいい魚がいたらもっと美味しくできるのにっていうのは、その手段を知ってるものとしてはなんかすごく歯がゆかったわけですよね。
よくこう海外のお魚屋さん行くとね、本当に新鮮な魚がこう並んでるじゃないですか。でもそれ氷の上でこう置いてあるだけで、だんだんそのなんか鮮度が落ちていって、でなんとなく全体に見てる魚屋さんはこうちょっと魚臭いよなここは。いやそうなんですよね。まあ海外のことを言ってもしょうがないですけど、昔私の聞いた話ですと、魚屋さんって呼ばれてた時代もあったそうです。なるほど。でもそれは例えば日本は明治までは、お肉を食べることが禁止されてた国ですとか、もう身近に何て言うんですか、海に面してたり川に面したりっていう、まあ、こういう条件があってのことだったのかもしれませんし、そもそも、狩猟で、狩猟民族は魚というものをもしかして2番手3番手に考えてたかもしれませんし、まあ、いいとか悪いとかではなく自然とこういうことが起こっていく。でもこれからはやっぱり世界中が、新鮮で健康で、持続的なものを、みんなで考えましょうっていう時に、魚に関していの一番はやっぱり生き締めなんだと思うんですよ。そうですね。せっかくその命をいただくんだから、美味しく食べないとね。そうですね。申し訳ないよね。でものすごいここでもいいんです、尻尾でもいいんです、どこかを包丁入れて魚の血を抜くとすごく鮮度がよく、変化しにくく、美味しく食べれると。ものすごい簡単なことなんですけど、これを伝えるのにどれだけの苦労があったかと、これはね、多分お酒なんかももしかしたらそうなのかもしれないんですけど、やっぱり文化の違いっていうのは、壁というのはあるんだなっていうのは感じました。大きいですよね。大きいですね。ちょうど私フランスに初めて行った頃、2004、5年ぐらいに行ったんだと思うんですよ。むちゃくちゃ暑い時に行ったんで、その同じ頃にアイルランドにやっぱり行ったんですね。だからアイルランドはもう魚を食べない。アイルランド国民は魚って当たったら怖いから食べないんだって言われて、そうなんですか。でそれはまさにもうそういうこう今まで経験がないからで美味しいもの食べてないから当たり前なんですよね。でもここに本当美味しい。今でこそアイルランドもそういうお魚屋さんできたって、魚屋さんじゃなしに料理屋さんできたって聞きましたけども、でもこれはやっぱり経験、美味しいものを食べてもらう経験がいるんですよね。まあ全体に言えるんですけど、日本人って、全てのこう産業もしくは商売もそうですけど、今までは国内に向いていて、でそれだけ人口も多かったからね。そうですね。でうまくいってたんですよ。バブルの時も含めて、でいて次に日本語しか喋れない。一般的にね。ですのでこんなに実はすごいことが起こっているのに、魚のちょっとした扱い、ちょっとした流通だけでもすごいことが起こっているのに、世界には広まっていなかったし、広めようともしなかったと。でもこれからはやっぱり誰かが何かしていかないと良くならないんだと思うんですよ。で美味しい魚があるんだったらそれを食べてみたいっていう世界中の人はたくさんいるんだと思うんですね。そうですね。それをこうみんなにこう理解してもらって、で皆さんにこう理解してもらうことが私らのこう文化を世界に発信することになるし、実はもう一つあってね、酒を売るとかそういった時にもそうですけども、やっぱそういうこう文化的な背景というか、料理に対してもすごく繊細な感覚ね、こういったものが理解してもらえないと酒も理解してもらえない。そうですね。これはね、なんだワインと比べると香り少ないじゃないか、味もなんかちょっと少ないじゃないか、これなんだこれ水みたいじゃないかって言われるわけですよね。だけどこれはこの中に香りもそうですし味もそうですし、その繊細なに見ていただくとすごくこう複雑ないろんなものがこうあるわけですよ。でこれを理解してもらうためにはおそらく酒だけじゃ分かんない、でその奥にこうそういうこうさっきの料理もそうですし、奥田さんが言われたように器もそうです。からこういうしつらいもそうですし、からもうとにかく
やっぱり日本のそういう食にまつわるものがね、みんな行かないとダメなんだね。そうなんですよ。せーので、ある意味みんな行ったら、待ってましたっていう国はいくらでもありますし、で私たちがきちんと伝えれば伝えるほど、多分世界中の料理はもっと美味しくなりますし、日本酒はもっと楽しめるものになるんだと思います。そんな中でだから奥田さんが何をしたいのか、何をするのか、ぜひそれを聞かないとですね、今日の僕は役目が終わらないんです。いやいや、そんな。まあもちろん海外はものすごい今大変な状況に、ありますけど、先月から少しずつですけど再開しまして、まあ、おかげさまで、パリ店は1年半ぐらいですか、ほとんどのレストラン空いてなかったので、もう皆さん来てくださってて、忙しいっていうことをよく聞いておりましてと。でニューヨークは去年の3月にですか、もう、報道されてないぐらいに実は治安はかなり悪くなってまして、まあ、向こうにいたスタッフは一度戻してるんですね。でここから、まあ、どう再開するかっていうような、まあ一番最初に言いましたけど、その日本料理もしくは日本の文化を、お酒も含めてですけど、世界に何かこう伝えていくっていう、これはなんか私は尊いことかなと思ってまして、まあ、引き続きできることはやっていきたいと。でその逆に、コロナで海外のお客様が来なくなって、でも来たいって言ってる方たちはたくさんいるというふうに聞いてましたので、まあ、もう一度新しいなんていうんですか、この日本の姿を、その元気な姿を、食事で見せないとまずいんじゃないかなとですね、思っておりまして、まあ料理とお酒がなんていうんですか、旅の方の心を少しでも楽しくして癒せれるような環境を、もう一度整えるしかないんじゃないかなと思っております。いや本当ありがとうございます。ありがとうございました。なんかすごくいい企画だったなと思っております。ありがとうございます。ちょっとこうして話できるのもなかなかなかったですけど、今日はありがとうございました。ありがとうございます。